今回はですね、Gemini 2.5 Pro が2025年3月25日に試験運用版としてリリースされたということで、これはですね、やばい進化がありました。もうここ1年ぐらいで Gemini 1.5 から2にとてつもなく進化したんですが、またここで 2.5 でさらにグレードアップしました。進化がもう早すぎてですね、ついていけない部分がありますが、ここでちょっと皆さん一緒にですね、この進化を知っていただきたいと思います。まず、概要欄にも貼ってありますが、こちらのページ、Gemini のモデル紹介ページになります。ここにもうすでに 2.5 Pro が登場しています。最大限の回答精度と最先端のパフォーマンスを備えた Google の最も強力な思考モデル、音声、画像、動画、テキストを入力してテキストレスポンスを取得する、困難な問題に取り組む大規模なデータベースを分析するなど、複雑なコーティング、推論、マルチモーダル理解に最適とあります。今まで画像はよく分析してもらってたんですが、音声と動画も分析できるとは書いてありますね。ちょっとまだここは試していませんが、これができるなら結構やることの幅が増える。例えば自分の YouTube のチャンネルの動画を読み込ませて要約記事を書かせるということができてしまえば YouTube チャンネルで発信している人とかはですね、簡単にオウンドメディア、ブログが作れてしまう。また、これはちょっとグレーというか悪いことではないけど、人の動画を読み込ませて記事作ってって言えば、簡単に人の動画からオウンドメディアが作れちゃうっていうことにもなっちゃいますよね。なので、いわゆる情報発信とかっていうのも少し変化してくるかなと思います。これを知っているか知らないかでかなりの差も生まれてくると思いますね。動画の分析がもし正確にできるのであればですが、音声とかね。あとはまとめサイトとかも簡単にできちゃいますよね。音声と動画が分析して、それをもとに記事が書けるのであれば。あとは動画自体のその音声じゃなくて、動きに対しても分析をかけれるのかっていうところでもまた変わってきますよね。音声のないムービーとかってあったりすると思うんですよ。あとは映画の予告とか、いろいろあると思うんですが、そこも詳細に分析してくれるのであれば、ちょっとまたやばいことが起きます。これはまたおいおいね、喋っていきたいと思うんですが、とにかく AI を使ったコンテンツ制作というのがですね、このジェミニの進化によってかなり変革をもたらすと思います。僕はチャット GPT とか他の大規模言語モデル LLM と呼ばれるものは使ってないんですが、ジェミニだけを追ってる感じですね、今。無料で使えますし、進化がすごいので、さすが Google っていう感じでね。で、こちらをクリックすると、このようにアコーディオン形式の一覧が出てきて、またここ、Gemini 2.5 Pro の項目をクリックすると、このようにモデルの詳細を見ることができます。もうこの時点でやばいんですが、まず入力は音声、画像、動画、テキスト。先ほども言ったように、こちらを分析してくれると。入力トークンの上限は100万ですね。ここはあんまり変わってません。今回驚異的だと思ったのは出力の方です。ここの 2.5 Pro の出力のトークン、これが6万4000に進化しています。これは日本語でだいたい9万8000文字、10万文字、この Google AI Studio で聞いてみたら言いました。文庫本1冊らしいです。違うところで聞いたら25万文字とか言ってたんですが、多く見積もっても13万文字程度ということでも果てしない文字数。これがやばいです。マジで。要は、伝える能力さえあれば本一冊書けちゃうっていうことになりますよね。書き方としてはですね、セクションごとに書いたりとか、章ごとにまとめていったりとか、そういう作業はあるので、一発ポンで出してくれるかというと難しいかとは思いますが、これ6万4000トークンが本当にできて、エラーも少ないのであれば、本を書くスピードもめちゃくちゃ速くなる。自費出版とか、Kindle 出版とか、もう本当に変革が起きると思いますね。人間がやるよりも誤字脱字とかも少ないですし、もちろん見直しもしてくれるし、要は伝えられるかどうかなんですよ。この Google AI Studio とか Gemini に対して自分の思ってることとか、やりたいことを伝えられるかどうかが今後の肝になりますね。伝えなきゃ何も始まらないので、こういう LLM とかっていうのは。これね、僕の説明がちょっと微妙かもしれないんですが、やばいんですよ。今までは8192が主でした。これは1万3000文字。多く見積もっても1万6000文字だったんですよね。これも結構多いですよね。ブログで言ってもかなり文字数としては多いレベル。
ほんとこれはね、想像をはるかに超えてきた進化ですね。例えば、ブログ書いてる人ならわかると思うんですけど、ブログってただの文字を羅列してるだけじゃなくて、こんな感じでコードで書くこともあるんですよね。ブロックエディターというものがあって、そのコードを使用して書くことがあります。こういうコードってやっぱ文字数が増えるんですよ。こんな感じで。ただのテキストだけじゃなくて、こういうタグっていうのが必要になるので、文字数が増えてトークン数が増えるんですね。なので、単純な文字数だけじゃ計算できないし、1万文字の記事でも、それの何倍とかっていうトークンを消費してた。なので、例えばこのブロックエディターのコードで修正してくれって言った時に、8192トークンじゃ途切れちゃってたんですよね。もうここまでが限界ですみたいな感じで、全部出力っていうのが難しかったんですよ。でも、この6万4000トークンってなると、それも結構な記事の文字数まで対応できると。そこの計算ちょっとわからないです。そのコードの文字数によっても変わってくるし、英語と日本語のトークンっていうのもまた変わってくるっぽいので、単純計算で8倍かな？だいたい8倍じゃないですか。8倍の出力をできるようになったっていうのがすごいんですよ。これはね、いろいろブログとか、動画の字幕とかいじったりとか、いろいろしてる人だったら分かってくれると思います。また僕のやってる AI 返信動画講座とかで使う指示書なんかもですね、プロンプトを10個20個出すと結構きつかったんですよ、今まで。でも、このトークンの文字数が増えたことにより、おそらく50とか100プロンプトを一気に出すみたいなこともできるようになると思います。今後ちょっとそれをまたいろいろテストしていきたいと思ってるんですが、これはやばい。これでできることが増えたというか、ストレスが少なくなる。今までトークンを意識して途切れる心配をしながら出力してたんですね。だけどそれをある程度までしなくて済むっていうのがすごいいいです。現在これは試験運用版ということで、いつ変更、削除されるかはわかりません。この6万4000トークンがちょっと無理だなとか、エラーが多いから1回下げますみたいなこともあるかもしれませんね。6万4000トークンあることで、詳細なレポート、技術文書の草案作成支援、長編小説や脚本のプロット展開や文書生成の支援、ソフトウェア開発におけるコードスニペットやドキュメント生成の支援。ただし生成される内容の質や一貫性については、依然として人間の監修や編集が重要となりますと。それはもちろんですね。一発ポンで出して終わりじゃなくて、ちゃんと人間がチェックして大丈夫かどうかっていうとこですよね。高度なマルチモーダル理解、音声、画像、動画っていうことですね。この動画を分析して、要約して改善案を出してとか、PDCA とかもできちゃう。あとですね、このグラウンディング with Google Search。これは Gemini 2.0 Pro でもあったんですが、これも結構すごいんですよ。オンにすると Google Search をソース元としていろいろ調べてくれます。代わりに。なので Google っていうことをここでやらせることができるんですよね。このオンにした状態でここにいろいろ指示を送るとこのソースを元に調べてくれます。ただちょっと精度的には古い情報を持ってきたりとかですね、することもあるので、例えば最新の情報でとか言えば、あと期間を指定するとか、1年以内の情報でとか言えばちゃんとやってくれるはずです。それぐらいは考えてあるはず。これも結構ね、使えるんですよ。ソース元をしっかりしたい情報が欲しい時であると思うんですよね。そういう時はこの Google サーチをオンにしてできると。これももちろん 2.5 にもついてます。ちょっといろいろ書いてありますが、これですね、検索によるグラウンディングとかもここにサポート対象って書いてありますね。画像生成とか音声の生成はできないけど、これ音声の生成って書いてあるっていうことは、できるモデルを出すっていうことだと思うんですよね、今後。音声の生成までできちゃったら、今ある音声生成ツールとかも、ここに全部集約されちゃう可能性もある。画像生成に関しては、こちらにモデルとしてですね、2.0 フラッシュのイメージジェネレーションの、これも試験運用版であるんですが、こういうモデルがあります。一応画像生成できるモデルっていうのもあります。ただ、ちょっと使ってみたんですけど、微妙だった気がする。まだそこまで本格的に運用してないですが、これも使いこなしたらもしかしたらいいのかもしれない。サイズとかはこの入力欄に打ってとか。ちなみに Gemini 2.0 フラッシュのモデルの詳細はどうなってるかというと、入力は音声、画像、動画、テキストが入力として使える。出力はテキストモデルと画像モデルが今あって、なんと音声、近日提供予定と書いてありますね。なので音声も今後出力できちゃう。これはやばい。マジでやばい。フラッシュに関しても検索機能は使えますと。で、ここですね。フラッシュの出力は8192、1万文字ぐらいですかね、だいたい。で、フラッシュライトっていうのもあって、こちらはフラッシュよりも性能は低い。検索が使えなかったり、出力はテキストのみだったりですね、あります。
あとは 1.5 があるので、興味のある方は概要欄のリンクよりこちらのページをご覧ください。やばい。とにかくまとめるとですね、ジェミニ 2.5 Pro が3月25日に試験運用版として導入され、出力トークンが64,000、文庫本1冊相当らしい。日本語で10万文字出力できるようになりました。これでかなりの変革が起きます。また、検索によるグラウンディングも可能で、Google 検索を利用したソース元をはっきりさせながら出力することができる。また、ジェミニ 2.0 の方でですね、今後音声の生成が可能になる予定と、こんな感じですね。やばいです。これは知っておいて損はないです。どの業種でも結構役に立つと思うんですよね。こんだけ使えると。いや、会社の経営とか、YouTube のアナリティクス分析とかも変わってきますよ。全然変わってくる。ということで今回はジェミニ 2.5 Pro の驚異的な進化ということでお伝えしました。僕はこのような沖広 AI クリエイティブというホームページを運営していまして、AI 返信動画講座とか販売指示書、こちらはですね、いろいろ AI 動画の作成プロンプトを考えてくれたり、YouTube SEO のタイトルとか説明文とかいろいろ考えてくれたり、Twitter、X 用とか、記事オールインワン作成指示書セットとかですね、SEO パフォーマンスのものであったり、いろいろリリースしています。あとカスタム指示書作成、あなただけのオーダーメイドプロンプト、指示書を作成するサービスをやっていたり、今回新たな取り組みとしてチャットマガジンというのを始めます。チャットワークの方でこちらから一歩通行の発信にはなるんですが、今回のような情報をもう思いついた時にポンポン発信していくような内容にはなります。こちらもですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ AI クリエイティブに興味のある方は参加してみてください。こういう情報ってなかなかまだ少ないんですよね。少ないというか、最新の情報が遅れてるんですよね。なのでそういうのをチャット形式のマガジン、メルマガのチャット版みたいな感じです。チャットワークに登録してもらう必要はありますが、あとは放置で、通知がうざかったら通知切ってもらって見たい時に見るでもいいですし、完全無料なので、無料で僕が見つけた裏技とか情報とかっていうのを発信しているみたいな感じです。こちらもぜひ登録してみてください。ということで今回の動画は以上となります。それではまた。